貞一の三男東大月山貞俊による日本刀の鍛錬。まずは古式に従った火起こし。和鉄を小槌で打ち、熱を持たせ和紙に火を起こす。起こした種火をほどと呼ぶ炉の中に移す。日本刀の主な素材は玉鋼。切れ味よく粘りがあり、美しい刀身を生み出す鋼である。玉鋼をほどの中に入れ、低温で熱する水へし。刀匠は鋼を熱することを赤めるという。適温になったら取り出し、金敷の上に置き、大槌と小槌で打ち伸ばしていく。刀匠が打つ小槌の音に合わせ、弟子が大槌を打ち込む。ここから相槌を打つという言葉が生まれた。薄くなったら熱が下がらないうちに水につけ急冷させ、表面を硬くする。打ち伸ばされた玉鋼を小割りにし、断面を見て硬さや不純物の有無などを確認し選別。熱がまんべんなく伝わるように小割りにしたものを丁寧に積み重ねていく。玉鋼が崩れないよう和紙で包み、わらばいをまぶし、その上に泥汁をかけて熱が芯まで伝わるようにする。沸かしとは鋼をほどの中で熱し、中心部までじっくり1200度から1300度の熱を加えること。ほぼ沸いたと判断したら鋼を取り出し、大槌で軽く叩く。脇が冷めないうちにまたわらばいをまぶし、ほどに戻す。本沸かしでは力を込め、テンポを速めて大槌を叩いていく。鍛錬の目的は不純物をはじき出し、炭素量を均一化させること。平たく打ち伸ばした玉鋼にタガネを入れ、深く刻みを入れる。それを叩き、折り曲げ、重ねていく。折り返し鍛錬。これを15回ほど繰り返すと、3万を超える層が出来上がる。そうすることにより、刀身は粘り強くなり、また折り返す回数などで地金に現れる肌目が決まってくるという。強くしなやかな日本刀。それは炭素量が少なく柔らかい新金を
炭素量が多い川金で包むという構造で成り立っている。作り込みとはその2つを組み合わせること。沸かしながら刀の元となる平たい棒状に打ち伸ばす素延べ。刀匠と一人の弟子で沸かしては伸ばすという作業を繰り返し、少しずつ打ち伸ばしていく。小槌を用いて刀匠が一人で行う火作りは、刀の姿を決める重要な工程。低温で赤めた刀身を丹念に打ち出していく。この時、月山殿特有の地金の文様、綾杉肌が確認できる。火作りで大体の長さや厚さ、形が決まった刀。土を打ってできた刀身のムラを鋼を削るカンナの一種、線やヤスリを使い整えていく。焼き入れを行うための土置き。秘伝である焼き場土は粘土、木炭の粉、砥石の粉などを調合して作られたもの。まずは引き土。ヘラを使い全体に平らに薄く塗る。さらにその上に置き土。土の薄い部分は厚い部分に比べ焼きが強く入ることで刃文となる。刀匠はその仕上がりを想定して塗っていく。日本刀の美しさの秘密は、この焼き場土を用いた焼き入れ法にあるとも言える。刀身に強度を与えるために行う焼き入れ。赤めた刀身の温度を見定めることが重要なため、外部の光を遮断した状態で行われる。ほどの中で抜き差しし、細長い刀身全体を均等に赤め、温度がおよそ800度に達したら引き出す。鍛錬を重ねてきた刀に命を吹き込む瞬間。水中で急冷され、焼き入れは完了。月山殿最大の特徴である綾杉肌に加え、刀身彫刻も
幕末以降の月山家に代々伝わる技術の一つ。台の上に松ヤニを敷き、刀身を固定させて彫っていく。図柄は龍や梅など日本の美を表現する伝統的な題材である。自ら作ったタガネを使い、彫り物と刀身のバランスを考え、数度に分け入念に彫り進む。作者が自分の作品に対して責任を持つために刻まれる銘。先代貞一の教えは、心に余裕を持ち、のびのびとゆとりのある銘を切ること。その教えを受け継いだ当代貞俊の清廉さを感じさせる銘切りである。まっすぐに焼かれた杉刃の刃文が美しい月山貞俊作の刀。刃縁には細かな煮えがつき、うねる綾杉肌に反応し細かく変化している。刀身彫刻は特古剣の剣先をつかむ龍の図柄。総修伝で鍛えた月山貞俊の刀。板目や木目を交えた地金にのたれの刃文。刀身との調和が取れた見事な彫刻は、梅の木に龍が巻きついている濃厚な梅龍の図柄。月山家事800年の歴史を今に伝える当代貞俊の刀。それは日本刀の長い歴史を凝縮し、よみがえらせた作品だと言える。